皆さんようこそ、東方研究スクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、成長したら超危険と思われるキャラたちを解説していきますよ。もともとはどういったキャラなのか、成長後がどうなるのか気になるぜ。今回紹介するキャラはルーミア、メディスン、ラルバ、フランとなっていますので楽しみにしててください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは、早速解説スタートです。さて、まず紹介するルーミアは、東方高魔教の一面ボスで、スペルカードルール実装後最初に戦うボスですね。記念すべきスペルカードでの対戦一人目だけに、結構重要な人物でもあるよな。姿は幼い少女で、目は赤、髪は黄色のボブ。白黒の洋服を身につけ、スカートはロングで、イメージカラーは黒です。どうやら、能力の闇を溶け込むために黒を選んでるようだぞ。幼い口調からはわかりづらいですが、かなり頭は切れるようですね。左側頭部に赤いリボンをしていますが、実はこれはお札なんですよ。誰が何のためにつけたのか、取りたくてもルーミア本人は触ることすらできないなど、謎が多いですね。あれお札だったの？全然知らなかったよ。てっきり綾の新聞だと思ったぜ。いやそっちの方が珍しいでしょ。身長は低く、10代前半の人間だとしたらかなり低い部類に入るぐらいの身長のようです。ルーミアといえば、両手を左右に大きく広げたポーズをよくとっていますよね。後の登場作品でも同様のポーズをとっていますが、理由は不明です。ルーミア曰く、聖者は十字架に貼り付けられましたって言ってるように見えると言っているので、イエス・キリストの真似事をしているのだと思われます。おいおい、ルーミアまさかの知識人なのか？脳ある鷹は爪を隠すと言いますが、ルーミアは実は賢い妖怪なのかもしれませんね。成長すれば、さらにヤクモランのような上級の頭のいい妖怪になりそうです。数多くいる妖怪の一匹で、基本的に神社周辺に出没するようです。人食い妖怪であるため危険度は高めですが、妖怪の中では弱い部類に属すため、今のところ比較的対処しやすいです。実際、作中では公務異変解決に乗り出した主人公たちに何の考えもなしにちょっかいをかけ、たやすく撃退されていますからね。また基本的には夜行性で、日光に弱いらしく、日光にさらされると目に見えて弱体化するようです。しかし、ここも賢くて、能力で日光を遮断すれば昼間でも活動できるんですよ。おお、ルーミア賢いな。ただし、闇で自身を覆うと自身の視界も奪われてしまうため、翌期にぶつかる姿も目撃されていますね。おお、ルーミア可愛いな。ズンさんの段によると、闇を操るという強そうな能力を持ったキャラクターを出落ちとして一番弱い一面ボスに置きたかった、という理由でルーミアが配置されたそうです。聞き方によっては、強いキャラを置きたかったとも捉えることができますね。能力は闇を操る程度の能力で、松明をも無効化する魔法の闇なのです。アキュー曰く、迷い込んだ人間の視覚はほぼないに等しくなるようです。この闇に乗じて襲われるとひとたまりもないことになると言っています。闇の能力はあくまで補助的なもので、人間を襲うときは力技で行うと言われています。ほう、ルーミア以外にも力あるんだな。さらに闇の中では勝負にならない上に、逃げ道すら見えなくなるのはかなり厄介でしょう。成長後、自分は視界が見えるようになれば、間違いなく危険度極高になりそうだぜ。また、稀に闇を出してないルーミア本体に出会うことがあるらしく、その条件とは新月の夜とされています。この日はなぜかルーミアが闇の能力を使わないことが多く、目撃情報も多いようです。ふむふむ、月光に何か関係ありそうだな。しかし、ルーミアはよく人間を食べることで有名ですが、実はそんなことはありません。ルーミア自身は人間を襲うために努力することを、面倒くさい。と言い切っていて、目の前に現れた場合はともかく積極的に人を襲うつもりはないようです。むしろ、相対的に他の妖怪よりは人を食べていないのかもしれません。アキューの危険度極高というのは、人間を襲うから危険ではなく、知識があり力があるものが危険としていると思われます。確かに、人を襲わないかなり真摯な勇者や、レミリアもなんだかんだ人間を襲ってないのに危険度極高だもんな。そう、ですからルーミアは知識があり、力も成長すれば申し分ないはずなので、ある意味で危険な妖怪となるでしょう。そうなのか。さて、次に紹介するのは東方海塚で登場したメディスンメランコリー。スズラン畑に捨てられた人形が、長い年月を経て妖怪化した子なんですよ。妖怪は寿命が長いとはいえ、当然新しく生まれることもあり、それがメディスンなのです。当初は自身の生い立ちからか、人間に対して恨みを持ち、人間に操られるがままにされる人形の地位向上のため人形解放を強く願っていたようです。しかし、地獄の閻魔様式英気山ザナブから、
あなたは世の中を知らなすぎると言われたため、しばらくは見聞を広めることにしたらしいです。さすがは地獄の説教マスター。しかし、人形解放はまだ諦めていないようですね。ちなみに彼女はスズランの花を、もしくはその毒をスーさんと呼んでいます。彼女は毒を操る程度の能力で、目撃情報によると人形だと思って触れただけで腫れてしまったという情報があります。触れただけでも毒が回るっていうのは、かなり恐ろしい能力だな。また毒の種類は全くわからなくて、花の毒、蛇の毒、蜂の毒、雲の毒、直接触れると腫れる毒、風下にいるだけで倒れてしまう毒といったように、様々あるようです。新米なのに能力がかなり恐ろしいぜ。それゆえ、毒に侵された場合決定的な治療もないのが厄介ですね。近くにいるだけで、なんと妖怪すらもひるむほどの猛毒を浴びることもあるようです。さらに毒を受けたらザザザっていう音が流れてくるようです。それポケモンの毒でしょ。視聴者さんは、植物から取れるある種の成分は動物を狂わせることをご存知でしょうか？彼女はそのことを経験的に知り、毒で人間を自由に操る方法を確立しました。メディスン知識もあるのかよ。そう、また稲葉邸にスズラン畑の一角を貸し与え、得意な毒を手土産に矢心エイリンと交流関係を持ちました。またあらゆる毒は薬の原料でもあるため、薬師でもあるエイリンとは相性がいいようですね。ほう、知識は悪い方に使ってるわけではないのか。貝塚メディスンエンドを見る限り、英貴様の説教を一番素直に聞いたのは彼女のようですしね。先ほどのルーミアの件でも言った通り、人間を見つけたら襲うような下級の妖怪とは違い、知識があり力があるからこそ危険な妖怪と言えるでしょう。成長したら人間の恨みがなくなってくれると助かるぜ。それはどうなるかわからないけどね。もしかしてレイムさん？さて、次に紹介するのはエタニティラルバ。ラルバは、天空ショーの一面ボスを担当したんだよな。昆虫の成長再生変態を体現したアゲハチョウの妖精。普段は温厚な性格であり、どこかで戦闘があってもパワーアップアイテムを数個持参して遊びに行く程度なのですが、式異変では溢れる力を持て余して暴走しました。能力が可愛すぎる。他の妖精同様に知性はそれほど高くはないようですが、自分に勝利して移動しようとする、チルノに私の分も頑張ってとエールを送ったり、レイムには異変解決の手伝いを申し出たりと、優しい性格の一面ボスといった感じですね。レイムさん、今回のテーマにラルバは入らないのでは？さっきのメディスンの毒まだ回ってるんじゃないの？それがエルバには、実は何か隠し事をしているようなのです。あとオロナイン塗ったので大丈夫です。いやオロナインで治るものなの？天空小6面ボスにして、幻想郷を作りし賢者の一人である、マタラオキナからは、もしかしたら妖精ではなく神かもしれないと言われています。エルバはただの妖精としては不可解な言動もあります。チルノの肌が黒くなったのは日焼けではなく暴走の影響であることを見抜き、異変の元凶の存在を予感しています。それだけではなく、なんと地獄の妖精クラウンピースが持つ凝視すると狂う松明の本質を見抜き、その特性を利用して冬の気候を真夏に変えたり、さらにヤシの木を生やすなど、明らかに一妖精の範疇を超えた異常な能力を持っています。そもそも、元々の能力も怪しいところあるよな。またレイムが勝利後、自分自身も新世界の神になると言っていますが、ネタのようで実はネタじゃないのかもしれないですね。さらには、神主のズンさん自身も謎めいたものを秘めた妖精とコメントしています。また、作中我が最強の母上であるレイムが一面ボス相手に思った以上に手強かったと言っているので、かなり力があるように見えます。暴走の影響もあるかもしれないが、もしかしたら暴走の力ではなく元々の力だったのかもしれないな。また社名マルアヤでさえも強かったと言っています。私あまりにも気になって、R のついた黒いマフィアから情報をいただきました。それロケット弾だよね？実は、ラルバのモデルは常世神と言われています。日本において、常世から来たと考えられた神。時は7世紀半ば、現在の山梨県や静岡県を流れる富士川のほとりで、人々の信心の対象になっていたものがありました。それは蚕に似た虫で、アゲハチョウの幼虫ではないかと考えられています。この虫は、海の彼方にあると信じられていた常世の国から来たと考えられ、常世の神と呼ばれていました。そして、この虫を祀れば、貧しい人は豊かになり、老いた人は若返ると言われました。ほう、名前に似合わずなかなかいい神様だな。ですがなぜこの虫が神になったのかは、よくわかっていないようです。もしかしたら、芋虫がさなぎになり、一旦死んだようになった後、蝶として羽ばたく姿に、不老不死を重ねたのかもしれません。こういったことからラルバには力があり、知識もあるので間違いなく危険度 S 級になるでしょう。またどこかしらで、裏の姿で出てくるかもしれないから注目だな。成長後が楽しみですなぁ。それはどういう意味でしょうか？
さて、ラストは東方高魔境エクストラステージボス、フランドールスカーレットです。私の授業を受講している視聴者さんならもう、フランが495年以上生きているのは知っていると思うのですが、495歳というのは妖怪にしては結構若い方だと思われます。同じ妖怪で、同じ幼女のナズーリンはなんと1000歳以上だと言われています。従者のミレイは、4000年の歴史から見ればみんな子供のようだわ、と言っているので、4000年以上生きていると思われますね。いやみんな長生きしすぎでしょ。なので妖怪から見ればまだ若く、情緒不安定なため、通常は屋敷から出してもらえず、まだ外のことをよくわかっていません。もし、フランが館から出れない理由が気になる方はこちらを見るといいぜ。普段はおとなしく可愛らしいですが、人間の襲い方を知らないため、手加減できずに跡形もなく吹き飛ばしてしまうようです。いやとんでもないな。そもそも高魔境で主人公たちに会うまで、調理された形でしか人間を見たことがなかったようですね。能力はありとあらゆるものを破壊する程度の能力。触れようが触れまいが物を破壊することができてしまうのです。この能力のせいで一緒に遊んでも作ったものを片っ端から壊されてしまうので、誰も一緒に遊んでくれないようだな。ちなみにどうやって物を破壊するかというと、すべての物質には目という最も緊張している部分があり、そこに力を加えればあっけなく破壊できるそうです。彼女は、その目を移動させ自分の手の中に動かすことができるとのこと。つまりですよ。彼女の手の中にあるその目を破壊すれば、壊すことができるというなんとも恐ろしい能力です。それが、さらに成長したらさらに応用することができると考えたら恐ろしいな。こんな幼く可愛い見た目をしていますが、なんと隕石も破壊しています。本人曰くキュッとしてドカーン。なので、元々の危険度は極高認定されています。でも、力は間違いないだろうけど、あまり外に出てないのなら知識はないんじゃないか？それがそうでもなく、高魔館で本を読んでいたらしくかなりの知識人です。マリサの難しい本の知識も的確に返しています。また、フランの手に持っているこれを何かご存知でしょうか？こちらはレイバテインではないかと言われています。レイバテインは炎の剣または炎の杖とされていて、真紅のレザーがそれを表していますね。この武器のモチーフは北欧神話に登場する武器レイバテイン。なるほど、レミリアもグングニルだから、姉妹揃って北欧神話を表しているのか。そう、そしてフランの持っているのは北欧神話の邪神ロキの作ったレイバテインなのです。エッタ氏の一つフィヨルスビズの歌に登場する神の使う武器、つまり神器です。能力だけではなく、そんなおっかない武器まで持ち合わせているので、成長したらとんでもない妖怪になるのは間違いないでしょう。まだ、公務員編が若い段階でよかったぜ。さて、今回はここまでにします。視聴者さんが成長後楽しみなキャラがいたら教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。